こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は最近急増しているフリーランスですけれど、このフリーランスの取り扱いについて偽装フリーランスのリスクに注意ということで、解説をしていきたいと思います。フリーランスと言いながら実は労働者であるというケースが少なからずあるかと思います。最近もですね、大手通信事業者のところで偽装フリーランスについての、フリーランス法違反というので摘発をされた、ところがありましたけれど、やはりですね、このあたりフリーランスなのか労働者なのかという線引きはきちんとしておかないと企業にとってリスクがあるということになります。今回の概要ですけれど、まずは偽装フリーランスとはどのような状況なのかについて見ていった上で、この偽装フリーランス状況にある企業側のリスクを見ていきます。そしてフリーランスと労働者、何が違うのかを見ていった上で、フリーランスの実態と偽装フリーランスになりやすい要注意業種について取り上げてみたいと思います。そして、こういったフリーランスを活用している企業で、まずは確認すべきポイントについても解説をしていきます。偽装フリーランスとはどのような状況なのかですけれど、独立して自律的な立場にあるはずのフリーランスが、労働者と変わらない条件で働いている状態のことを偽装フリーランスと呼ぶことになっています。そしてフリーランスに関しましては2024年11月にですね、フリーランス新法というのが施行されている。こちらは別の動画でもご紹介はしておりますけれど、やはりフリーランスが増えてきているというところ、そのフリーランスを保護するという内容、またですね、人手不足によってフリーランスをより活用していこうという動きから、このフリーランス新法というのが施行されているという状況になっております。そして、この新法施行前からですね、フリーランスのトラブル相談というのは非常に増加傾向にありまして、2025年月平均では約1000件ほど相談件数があるというふうに言われております。そして、この偽装フリーランスの問題点ですけれど、労働者であるならば時間外労働の割増賃金ですけれど、あとは休暇の取得、解雇、労災、また最低賃金の保障、働く上での安全と健康の確保、こういった保護が受けられるはずではありますけれど、フリーランスの場合はこれらの保護は受けられない。また、労働者においては社会保険料に関しては事業主負担というのがありますけれど、フリーランスであれば事業主負担をしなくても良いということで、安く利用できるということで、フリーランス扱いする企業というのも少なからずあるという状況になっています。では、このフリーランス、偽装で仕事をお願いをしている場合の企業側のリスクですけれど、今現状ですね、2023年に初めて厚生労働省から偽装フリーランス疑いのある人ということで初公表されまして、153人という形になっております。そしてフリーランス新法が施行されてから2024年から相談窓口も設置をしているので、偽装フリーランスに関しての情報がこれからどんどん集まってきて、会社に対しての偽装フリーランスの調査というのが進められてくるかなというふうに思っております。では、この偽装フリーランスを行っていた場合の会社のリスク、大きく4つ考えられるかと思います。まずは、法律違反ということで、偽装フリーランス、実は労働者であった、労働者性があるといった場合には、もちろんですね、労働基準法違反という形になりますし、違反の場合は罰則の規定もあるという形。そして、フリーランスではなく労働者であったという場合は、未払いのリスクというのもあります。社会保険、労働保険、賃金等を遡って支払う必要が出てくるということになります。そして、派遣をしている場合ですね、偽装フリーランスが派遣先に行っているといったケースになってくると、偽装請負という形になるので、派遣法違反になる可能性もまたあります。
そして理想フリーランスが認定されてしまうと、企業名の公表等によって、社会的信用を失墜させる可能性もあるということになりますので、企業側としてはこれらのリスクを踏まえた上で、業務を委託をしなければいけない。そしてフリーランスと労働者、何が違うのかということですけれど、まずはですね、契約形態。フリーランスは請負や委任契約ですけれど、労働者は雇用契約ということ。また、法律の根拠に関しては、フリーランスは民法の適用になってきますが、労働者に関しては、労働基準法や労働契約法の適用という形。そして、労働者性を判断する上で一番大きいポイントの一つが、業務の指揮監督という部分ですけれど、フリーランス発注者は、指揮監督不可という形になっておりますが、労働者の場合は業務の指示を行うという形、ここが一番大きく違うところ。そして適用法に関しては、フリーランス法や下請法の適用を受ける一方、労働者は労働基準法や労働契約法、そして最低賃金法ですとか、派遣法の適用を受けるという形。そして、就業規則に関しては、フリーランスは労働者ではありませんので、就業規則の適用はありえないという形になっております。そして、場所と時間の指定、ここもですね、労働者性判断の上で大きな一つのポイントですけれど、フリーランスの場合は原則自由で契約に従うという形になっておりますが、場所と時間の指定に関しては、労働者の場合は企業から指定をするという形になっている。こういった部分が違って、やはりですね、大きな違いの判断としては、業務の指揮監督といった部分と、場所と時間の指定、この2つをですね、よく注意をして、契約をしてほしいと思います。では、フリーランスの実態についての調査結果。こちらはフリーランス協会が出しているものではありますけれど、まずはですね、労働者性の部分の指揮監督に関して、業務の手順や進め方に関して具体的な指揮や命令、そして指定を受けているというと、約3割が、そうだというふうに答えている。また、契約に含まれていないサービス等の追加の業務を断ることができない、いわゆる諾否の自由に関しても約3割が断れないと答えている。そして場所や時間などの指定で労務管理をされていると答えているのが2割ほどいるといった部分で、このあたりはですね、使用従属性の主な判断基準になってきますので、もうすでにこの2割、3割の方に関しては、労働者性ありという可能性が高いという。そしてその他にですね、判断の補強要素としては、代替性ですとか、報酬の労務対称性、そして機材負担に関してもですね、補強要素として考えられるといったところ。そして、報酬の額に関しては、こちらもですね、最低賃金、そして計算のロジックが時間になっているのかといったところ、業務量によっているのか、そういった部分が判断をされるという形になっております。では、このようにですね、理想フリーランスの実態を見ていった上で、要注意業種ですけれど、挙げられているのは大きく3つになります。軽貨物のドライバー。こちらに関しましてはですね、フリーランス協会の調査結果によっても労働者性に該当するという、約半分を超える結果が出ていると。この背景にはですね、2024年から施行されました労働時間の上限規制、この適用の影響が大きいというふうに言われております。そして以前から言われておりますけれど、エンジニア、技術開発系ですね。こちらも調査結果では労働者性に該当する疑いのある内容が約3割という形になっております。そしてまた類似しておりますけれど、クリエイティブ、ウェブ、フォト系に関しましても、契約内容以外の業務の対応の実態というのが多くあるという報告がありますので、これらに関しましては偽装フリーランスの疑い、よく注意をしてほしいと思います。そういった上で、まず企業が確認すべきポイントを見ていきたいと思います。まずは使用従属性の有無を判断をしてほしいと思います。指揮監督下の労働であるのかないのか、そして報酬の対称性があるのかないのか、ここがですね、まず一番大きなポイントになってくるかと思います。その上ですね、その業務を専属性があるのかないのか、その人以外で業務ができるのかといった代替性、そしてですね、
拘束制ということで、場所や時間、会社からの指定があるのかないのか、断れるのかといった部分の拘束性、そして業務の諾否性、こういった部分をですね、補強要素として判断されるという形になります。また、報酬の労務対象性ですけれど、こちらはですね、業務量で決まっているのか、もしくは報酬が日払いであったり、時間単位であるのかといった部分もですね、補強要素としてありますので、まずはですね、今現状結んでいるフリーランスの方との契約内容を見直して、その上で実態を把握をするというのが必要かと思います。では、自社の場合はといった場合はですね、業種やその内容によって異なってきますので、この偽造フリーランスに関して対応を検討したい、検証したい、自社の場合はどうなるんだろうといった場合はですね、まずは、ご相談いただくのは良いかと思います。ご相談をした上で、まずは情報収集、そして実態調査というのが最優先かと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。